皆さんこんにちは、角岡のりこうです。本日のテーマは花瓶に綺麗に飾るためのたった一つのテクニックということで、早速やっていきましょう。はい、ということで今日はですね、花瓶に生ける際に絶対にこれやってくださいっていうお花が劇的に綺麗に飾れるテクニックをご紹介しながら、ちょっとした花瓶のお花一作生けていこうかなと思うんですけど、今日使う器がこちら、どこのご家庭にもありそうな、シンプルな花瓶ですね。こういう筒型のものが良いかと思います。これ知ってるのと知らないのとでお花の生けやすさがぐっと格段に違ってくるので、私なんかはもう剣山より圧倒的に花瓶の方が生けやすいんですけど、ぜひね参考にしていただければなと。で、以前にもこのチャンネルで花瓶の生け方というのを丁寧に紹介した動画がありまして、今のところ一番人気の動画になるんですけど、テクニックとしてはそこでご紹介したものと同じになります。ただね、みんながみんな見てるわけじゃないので、定期的にこの花瓶のテクニックっていうのはご紹介しながら生けていこうかなと思うんですけど、ということで早速そのテクニックなんですけど、まず花瓶というのは中に剣山みたいな花留めが入らないので、針金を沈めるとかっていうテクニックもあったりしますし、中にはオアシスを入れちゃうなんて人もいるんですけど、私自身はあまりそういった道具に頼りたくないなと。例えばですね、お家に花瓶があってさらっとお花きれいに飾りたいなっていう時に、オアシスが今家にないから飾れないとか、そんなの嫌ですよね。できればこういう花瓶にお花だけでさらっときれいに飾りたい。ということで早速そのたった一つのテクニックになるんですけど、今このまんまだと、こうやってお花をスラッと生けたくても花瓶の口が広いため離すと倒れてきてしまいますよね。で、この状態でもう一本生けようと思っても、生け花というのは花同士に空間を作ると綺麗なんですけど、このまんまだとこちらの花材も手を離すと倒れてきてここと被ってしまう。じゃあどうやってこのお互いの空間を取ろうかというところで、先ほどですね、植物の下の部分のこの茎を切ったんですけど、これを器にはめていくんですね。そうすると今ここに1本かけたんですけど、こちら側の穴に入れることでこのまんま手を離してもここの茎に寄りかかってくれるので、この最初に生けた1本目と同様に倒れかからないでお互い空間が空いてくれると。で、これが上から見た時に漢字の1に見えることから一文字止めなんていう止め方テクニックになります。ただこのまんまですとこちらに入れた時、これ以上こっちには倒れかからないんですけど、前後にこうやって動いてしまうので、もう一本ここに枝をかけていく。で、こうやって花瓶の口にかける枝に関しては、1本目は今日生ける花虎ノウという花材の茎を使っているんですけど、ちょっと太かったので2本目は今生けてた反りダコの茎を使っていこうかなと。あんまり太すぎるとこの花瓶の口が埋まっちゃうので、ただこの茎があんまり細くて弱いと、他の花材を生けて寄りかけた時に茎ごとぐにゃっと曲がって結局動いてしまうので、少ししっかりめの茎をこうやってはめてあげると良いです。で、さらに言うともう一つ注意点があって、これもちろん器の直径より短いとストーンと落ちてしまうので、なるべくぴったりぐらいで狙うと良いんですけど、今もちょっと外れちゃいましたね。結構ギリギリで攻めてるので。ただあんまりこうやって無理やりはめようと思うと器が負荷に耐えきれずにバリンと割れてしまうので、こういった陶器で、さらに言うとここの部分が厚いと結構強いので、下手なことじゃ割れないんですけど、ガラスとかだと私も一回やったことあるんですけど、そこは要注意ですね。で、こんな感じでかっちりとはめてあげると。で、先ほどが漢字の1に見えたことから一文字止めっていうテクニックだったんですけど、これは漢字の10に見えることから10文字止めなんていうテクニックになります。このテクニックはね、このチャンネルの動画初見の人もたくさんいると思うので、何度でもご紹介していいテクニックになるんですけども、一気にお花が綺麗に生けれる、そんなテクニックになります。ということで、この10文字止めを使って今日はちょっとした投げ入れ花をさらっと生けていこうかな。で、先ほどご紹介した動画はですね、ちょっと横に広がるようなおおらかなお花だったので、今日は縦に伸びやかなお花として生けていこうかなと思うんですけど、まず主材がこちら、爽やかなグリーンが特徴的な木いちごで、横に張らす場合だとこの十文字のテクニックがないと、斜めに刺した時に枝の重さでここツルツル滑ってポーンと抜けちゃうんですけど、このかけた枝の下にこうやってくぐらせることで、これ以上ここに重さがグッとかかっても上にポーンと外れることがないので、カチッと止めることができると。で、せっかくやってるのでもう一つお話ししておくと、先ほどご覧いただいたように、このまんまもう一本をこっちにかけちゃうと、1本目とこんな感じで枝がかぶってしまってお互いの空間が取れないんですけど、この仕掛けた十文字のこっち側の枝にこう立てかけることで、こんな感じでお互いにしっかりと空間を作ることができます。
で、ちょっと余談にそれちゃったんですけど、先ほどご紹介した動画は横にこうゆったりと広がるような形だったので、中心部分は少し低めに、こんな感じでまとめたんですね。で、今日は横ではなくて、こんな感じで縦にすっきりと伸びやかに生けていこうかな。もうなんかこれだけでもいかがでしょうか。すごく爽やかなお花に映ってませんか？器のサイズ感からするともう気持ち高くてもいいか。で、ただこの茎が結構短くてこれでいっぱいいっぱいなので、ここでもちょっとしたテクニックお伝えしておくと、2本目は比較的短くいけるので、下の部分のこの茎をですね、一旦こう切っておいて、もうマジでこの花瓶生けのテクニック慣れると本当にさらっとお花きれいに飾れるので、ぜひねこの動画何度もご視聴いただいて練習していただければなと思うんですけど、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。こんな感じでですね、花瓶だから高さがあるっていうところで、もし短かったら少しこうやって輪ゴムとか針金で縛り付けて傘を増してあげることで少し高くなるので、そうやって調整するといいんじゃないかな。ということで、こんな感じでスラッと縦目に入ったと。で、ちなみに器の穴は十文字の穴のここのちょうど角にこれが当たるような感じで入れてますね。こうするとこれ以上左に倒れてこないし、前にもこう倒れてこないので、ちょうどこの角でスッとはめ込むような感じで1本目入れてみました。そしたら続いて2本目。まず水に浸かってしまう葉っぱはきれいに落として、でこのままの長さでいきましょうか。お互いのこう空間は取りたいので、2本目は少し斜めに、かつ1本目より少し高さを短くしていけてあげるといいですね。で、こういった花材の場合は葉っぱがボテボテっとしてるので、最後出来上がった時にこうすいて空間を作ってあげると爽やかに映って綺麗なんですけど、画面越しだとここがくっついちゃってお互いの空間がないですからね。こういうところを後ほど最後に整理をしていこうかな。ここも葉っぱがベターっと見えてるので1枚落としてあげる。もう1枚、これも落としたら軽やかに映るかな。こんな感じでですね、十文字の穴うまくこう使い分けることでお互いに植物のこう空間を生み出すことができるので、そうやって主役の花材をまず生けてあげるといいんじゃないかなと。で、主役の枝が入ったので、続いて脇役。私の教室では生徒の皆さんに分かりやすいかなと思って、次準主役の子を入れますよなんて伝え方をしてるんですけど、こういう中心を引き締めるためのポイントとなるお花ですね。今日はこちら花虎の尾を生けていこうかなと。これはこの先端の花の部分が虎の尻尾に見えることから虎の尾なんて呼ばれるんですけど、別名角虎の尾なんて言われてまして、茎の部分を見るとですね、こう四角くカクカクとなってるんですね。この角張った特徴があるので、花虎の尾、別名角虎の尾なんて言い方もされます。バラみたいな華やかな感じじゃない、すごく趣のある、そんな和花になります。で、今主役が入ってるので、主役より伸びやかに生けてしまうと、私が主役よってこうすごく主張の強い映画になってしまうので、一つの作品としてまとめる場合はやはりこういった準主役とか脇役の子は主役より低めに抑えてあげるとこうキリッとまとまるんでね。そしたら木いちご同様1本目が入ったらこれより少し低めに抑えていけていく。ちょっとこの時点で穴の部分も見ましょうか。見えるかな。ちょっと横から見た感じなんですけど、まず1本目の木いちご、先ほどもご覧いただいたようにこの角にこうクッとはめるような感じで生けていまして、でこの十文字の横に張った枝に立てかけてるのでこれ以上前に倒れてこないと。で1本目の木いちごと空間を分けたいので、同じこの穴に入れてしまうと上でピタッとくっついてしまうというところで、右下の穴にこうやって入れていきます。そうするとここに空間が生まれるので上でよりこう広がって見えると。で今生けたこちらの虎の尾なんですけど、これは1本目の木いちごと同じ穴に入れています。ただこうやって同じ穴なんですけど、倒すこの角度とか、あと上の植物の曲がりとかでピタッとくっつかないように調整をしたと。で2本目の虎の尾も同じくこの穴に入れてしまうと1本目の虎の尾とこうピタッとくっついちゃうので、2本目はそしたらお互い空間を取るためにやはり右下ですかね、この2本目に入れた木いちごと同じ穴に少し手前に貼るようにスッといけていくと。そうすると今こんな感じで入っておりますな。主役の2本の枝、高さに変化をつけながらお互いの空間を意識してまずいけまして、本当にシンプルなお花だったらこれ1本だけでもいいかもしれないですけど、スラッと主役を縦にいけてあげると。で続いて準主役、ポイントとなるお花、これは主役を引き立てるために高さを少し抑えながら一輪、
で、同じ穴に入れると2本目もピタッとくっついちゃうので、ここの空間を意識するために違う穴に少し斜めに、また先ほど同様2本目は短めに生けてみます。こんな感じかな。で、もう全然これで完成でいいと思うんですよね。ちょっと下の部分ねじめとしては弱いんですけど、これがある意味器にかかってるので、ちょっとしたねじめの機能が出てますね。ただもうちょっと華やかにしようかなっていうところで、主役準主役が入ったので、次に本当の脇役、こういった小花系パラパラっとした花材を中心にふわっと混ぜ込むと、よりふわっと華やかになるので、なくてもいいんですけど、ちょっと混ぜ込んでいきましょうか。で、今日使うのがこちら反りだこという花材ですね。黄緑色のこの今つぼみの状態なんですけど、パラパラとつけるすごく爽やかな花材でして、こうやって中心をまとめるのに便利なので、結構私のチャンネルでは登場している花材なんですけど、器の口に浸かる葉っぱはもう綺麗にしっかりと取ってあげて、で、器との接続部分ねじめがちょっと心もとないので、これを先ほどの十文字止めでいう左下の穴に入れていきましょうか。短めのものを手前にふっと貼るように。これで器の根元の部分がキュッと引き締まったのと、器との関わりが花材で出てきたので、上との移り合いも良くなります。ただ反りだこが1本だけここにポテッとあると、他の部分との移り合いっていうのが唐突にこれが1個ポーンとあるように見えてしまってるので、入れるならもう1本ですね。これも先ほどのお花とかと同様、高さに変化をつけながら、寂しいところ、この辺かな、この辺りふわっと入ると中心がふわっと華やかになると思うので、これを生けていく。これは右上の穴ですね。右下の穴に入れてしまうと前に倒れかかってきて、1本目の左下に入れた反りだこと高さが同じになってしまうので、すっきりと起き上がるように生けています。こんな感じですかね。今日はこの木いちごの葉っぱが立派なのと反りだこで足元がキュッと引き締まってるんですけど、なんかレザーファンとかナルコランとか刃物をキュッと引き締めてあげるのに使ってもいいでしょうし、そうやっていろんな花材が混ざり合うことでどんどん華やかになってくるので、私はこのぐらい投げ入れだとシンプルな方が好きなんですけど、お家の玄関とかすごく華やかにしたい場合はそういう手もあります。これでたった一つのテクニックを使ってパパッといけたシンプルな投げ入れ花花瓶のお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。